Japanese glass dip pens aren't like anything you've seen before, and getting your hands on one is really, really difficult. So, why are these little works of art so elusive? And is owning one even worth it? To find out, we interviewed Ono-san from Glass Studio Aun, an artisanal glass pen shop founded by Eda-san. It's located in the Bikan Historical Quarter of Kurashiki in Japan's Okayama Prefecture. Writing with a glass pen feels comparable to using a graphite pencil. Getting started is as simple as dipping the pen into ink and writing on the page. But the idea of using something as fragile as glass can be daunting. So, we asked about the best place to start. 初めてなんだったらM のサイズとかそのあたりだったら気持ちよくインクも乗るし、はいこう自分の筆圧もそんなに考えることなく書けるし、今こうシマーインクとかってラメのインクとかもすごい流行ってきてるから、そういうのもすごい楽しみたいんだったら本当に何も考えずに使うんだったら中字くらいがラメも綺麗に乗っていいよとか、そのグラデーションが出て楽しいよとかいうのは中字あたりで言ったりはしますけども。 Most glass pen studios only have one nib size, but Aun offers a variety of sizes. JetPens carries three: fine, medium, and coarse. そのペン先を作る過程でもう言える限りで大丈夫なんですけど、こだわっているところとかは。そうですね、まずはその枝がこだわっているのはインクをたくさん含めてインクをいっぱいつけて1回つければとりあえずずっと本当手紙1枚くらい書けるくらいのインクの文字、持つそのキープ力っていうのと、あとはガラスペンが一番何が万年筆と違うかって言ったら万年筆のインクの色をすぐ変えれるっていう楽しみがですよね。あるので、それですぐパパッと洗ってすぐ変えれるようにそのためにわざと溝を深く作ってたりっていうのもあります。まあデザインはもちろん本当に枝がこだわって彼が求める世界を色をこう表現していると思うので、まずそこが大きな違いだと思います。あとはもう一点違うとしたら僕ともう一人スタッフが担当しているペン先なんですけども、これガラスなのって驚いてもらえるような書き味を求めて、僕の最初感じた驚きをずっとお客様にも伝えていきたいので、それをこだわってやってるんで、そこだと思います。アウンだと本当に細いですよね。普通とは違うんですかね。そうですね。枝が最初始めた時からやっぱその細さだったんですけども、でその細さでプラス滑らかに描けるっていう、それが本当に僕たちの売りだと思うので、そこは絶対崩さないようにずっと何年も変えずにそこだけはしっかりこう追求してやってきてますね。コース2部も人気なんですよね。そうですね。今回のペンショーでもテスターで持ってきて、で一番皆さん試してましたね。そうなんですか。多分ガラスペンでないからだと、そこまで太いのでやるっていうあんま多分ないんだろうと思うんですけど、でペンションもそうだけどほんと世界中のいろんな変わったインクがあって、でそれを色を楽しむのにこうコースで描いて、やってるっていう人はすごいたくさんいましたね。やっぱり書き味は違うんですよね。そうですね。やっぱりインクがすごい大量に出てくるんでぬるぬる感は楽しめると思います。江田さんのインスピレーションっていうのはどこから来てると思われますか？絵だって時間がある時にたまに何覗いてるんだろうなってこうネットをカチャカチャして触ってて、何見てるのって言ったらいろんなガラスをピックするのが彼趣味なんですよ。いろんなこの色はこの色は僕持ってないのはこの色もないかなとか、なんかそうやってなんか趣味をどんどん広げてってるんですけど、でその作品ガラスを集めた中で彼が自分のインスピレーションで作る作品もあるし、あとは僕らチームでこれどうなのっていう話をして、僕らが出した台に対して枝がじゃあこの色とこの色って言ってすごいコレクションのガラスの中からこうやって色を出してくるっていう、すごい見てて楽しいし、そういうところから作品を作り上げていってるんだろうなっていうのはあります。僕が枝の作品で惚れ込んでるところは、色の表現が大好きです。なんか掴み取れないような色の表現を彼はしてくるんです。こう何かと何かを混ぜ込んですごい薄くて儚いような色合いが重なり合っていく、手先をすごい
優しくガラスを触って、でそのすごい素敵な色の重なりを作り出していくっていうのは本当にもう見てるだけですごい、ああすげえなって思います。ガラスペンって本当に楽しくって、で作る人によっては本当にこう全然違うじゃんっていうのは作家によって本当変わってくるんです。でそういうのを楽しみながら自分に合ったペンをどんどん探していって、で形デザインとか自分の手に合う形とか好みに合う色とかベストなものがこう見つけれるようにこういろんな作家さんのペンを見て楽しんで、でその中に僕らのペンが選んでいただければもちろん本当に嬉しいんですけど、いろんなものを目で見てみて持ってみてできたら楽しんでもらいたいなと思います。A huge thank you to Ono-san for speaking with us today. You can find Glass Studio owned pens on jetpens.com.